ねえ、最近買ったロボット掃除機なんだけど、動きが変じゃない？どうしたの？昨日までは普通に動いていたはずだけど。同じところばかり回っていて、全然ゴミを吸い取ってくれないんだ。センサーに汚れがついているのかもしれないから、後で拭いてみたら？説明書を読んだら、週に一度は手入れをするようにって書いてあったよ。じゃあ部品を外して掃除してみるね。ついでにスマートフォンのアプリも更新しておいた方がいいよ。わかった。エラーの通知が来ていないか確認しておく。せっかく買ったんだから長持ちさせたいよね。うん、これからは2人で気をつけるようにしよう。山田さん、最近お弁当を持参されているんですね。ええ、外が食ばかりだと野菜が不足してしまう気がして。素晴らしいですね。私も最近ジョギングを始めたんです。そうなんですか？仕事の後に走るのは大変じゃないですか？最初は疲れましたけど、慣れるとぐっすり眠れるようになりました。運動するとストレスの解消にもなると言いますよね。はい。ただ、雨の日は走れないので、ジムに通おうか迷っています。市営のスポーツセンターなら安くて設備もいいらしいですよ。それはいい情報をありがとうございます。週末に見学に行ってみます。気に入るといいですね。私も少し運動しないといけないな。すみません。このマンションのゴミの出し方について教えてもらえませんか？はい。燃えるゴミは火曜日と金曜日で朝8時までに出すことになっていますよ。ペットボトルや空き缶はどうすればいいですか？それは水曜日です。ラベルを剥がして中を洗ってから捨ててくださいね。以前住んでいた町に比べて分別がかなり厳しいんですね。そうですね。最初は面倒に感じるかもしれませんが、すぐに慣れると思います。粗大ゴミを捨てるときは市役所に連絡する必要があるんでしょうか？ええ、事前にインターネットで申し込んでシールを買っておく必要があります。詳しく教えていただいて助かりました。ルールを守るように気をつけます。わからないことがあったらいつでも聞いてくださいね。昨日ミニマリストのドキュメンタリーを見たんだけど、すごく面白かったよ。ミニマリストって必要最低限のものしか持たない人たちのことだよね。そう。彼らの部屋には本当に何もなくて、掃除が5分で終わるらしいんだ。すごいな。私の部屋は服や本がいっぱいで片付けるだけで疲れるよ。僕も同じだよ。でもその番組を見て、着ない服を全部捨てようと決心したんだ。思い切ったね。でももったいなくて捨てられないものもあるんじゃない？だから、1年間使わなかったものは迷わず捨てるというルールを作ったんだ。なるほど。捨てるのがもったいないならフリーマーケットで売るのもいいかもね。それはいいアイディアだね。週末、一緒に荷物の整理を手伝ってくれない？いいよ。その代わり終わったら美味しいコーヒーをおごってね。困りましたね。台風の影響で明日の帰りの飛行機が欠航になりそうです。ええ、ニュースの天気予報によると明日の朝が一番ひどいらしいですよ。もし飛べないなら新幹線に切り替えた方がいいかもしれません。でも新幹線も遅れる可能性がありますし、指定席はもう満席のようです。じゃあ、ホテルをもう一泊予約できるか確認してみます。会社には事情を説明してあさって出社すると伝えておきますね。お願いします。オンラインで参加できる会議はホテルから出ましょう。念のためノートパソコンの充電器をしっかり準備しておかないといけませんね。自然災害ばかりはどうしようもないですから、安全第一で行動しましょう。
そうですね。無理をして帰ろうとせず、落ち着いて状況を見守りましょう。近所の動物病院で保護された子猫の里親を募集しているポスターを見たんだ。本当？かわいいだろうな。でも、ペットを飼うのは責任が重いよ。わかっているよ。でも写真を見たらどうしても放っておけなくて。旅行に行きづらくなるし、毎日の餌代や病院代もかかるじゃない。もちろん僕が責任を持って世話をするし、毎日のトイレ掃除もするよ。このマンションはペット可だけど、鳴き声で迷惑をかけないか心配だな。まずは週末に病院へ行って、その子猫に会ってみるだけでもどうかな。会ってしまったら絶対に飼いたくなっちゃうに決まってるわよ。一度だけだよ。もし無理そうなら諦めるって約束するから。仕方ないわね。じゃあ土曜日の午後一緒に行ってみましょう。最近現金を持ち歩くことがすっかり少なくなりましたね。ほとんどの店でスマートフォン決済が使えるようになりましたからね。お財布が辛くなって便利ですが、つい使いすぎてしまわないか心配です。わかります。私は毎月の予算を決めて、それ以上はチャージしないようにしていますよ。それは賢い方法ですね。履歴がデータに残るから家計簿をつけるのは楽になりました。ただ、個人経営の小さな食堂などでは、まだ現金しか使えないところもありますね。そうなんです。昨日も現金を持っていなくて、慌ててコンビニへお金を下ろしに行きました。災害で停電になった時も使えなくなるので、少しは現金を持っていた方が安心ですよ。おっしゃる通りですね。万が一のために1万円札を財布に入れておきます。便利な時代ですが、それに頼りすぎるのも考えものですね。明日の C 製品のプレゼンテーション、緊張して胃が痛くなりそうです。初めての大きなプロジェクトの担当だから、プレッシャーを感じるのも無理はないよ。質問にうまく答えられなかったらどうしようかと、悪いことばかり考えてしまいます。準備は十分にしてきたんだから、自分をもっと信じた方がいいよ。ありがとうございます。でも途中で頭が真っ白になってしまうかもしれません。もし言葉に詰まったら、深呼吸をして、少し間を空けても誰も気にしないよ。今日の午後、もう一度リハーサルに付き合っていただけませんか？もちろんいいよ。時間配分とスライドの切り替えのタイミングを確認しよう。本当に心強いです。皆さんの期待に応えられるように頑張ります。大丈夫。君なら絶対に成功させられるはずだよ。先週行ったタイ料理レストランのカレー、すごく美味しかったよね。うん。ココナッツミルクの甘さとスパイスの辛さが絶妙だったね。あの味を家で再現できないかと思って、輸入食品の店でスパイスを買ってきたの。面白そうだね。でも本格的な料理って手間がかかるんじゃない？インターネットでレシピを調べたら、意外とフライパン一つで作れるみたい。ナンプラーとかパクチーも使うの？僕はパクチーが少し苦手なんだけど。心配しないで、パクチーは別のお皿に分けて好きな人だけ入れるようにするから。それなら安心だ。僕も何か手伝おうか。野菜を切るくらいならできるよ。じゃあ、鶏肉とパプリカを一口大に食ってもらえるかな。任せて、お店の味にどれくらい近づけるか、完成が楽しみだね。最
最近テレワークが中心になったから都会に住む必要がない気がしてきたの。確かに、通勤がないなら家賃が安くて自然が豊かな田舎に引っ越すのもありだよね。海の近くや山が見える静かな街でのんびり暮らしてみたいなって。農業に挑戦したり、週末にキャンプをしたり、趣味の時間も増えそうだね。でも車を運転できないと不便だし、虫が多いのはちょっと我慢できないかも。病院やスーパーが遠いと、年を取ってから苦労するかもしれないという不安もあるよ。いきなり完全に移住するんじゃなくて、まずは2拠点生活から始めるのはどうかな。お試し移住を支援している自治体も多いらしいから、調べてみる価値はあるね。次の連休に候補になりそうな街へ旅行がてら見学に行ってみない？いいね。具体的な生活をイメージできれば、将来の計画も立てやすくなるはずだ。